しんちゃお富士スイミングクラブの江沢です。皆さんが泳いでる時にうまく手が回せない、うまく力が抜けないという方多いですよね。手をかくのには力を入れなきゃいけない、手を戻すのにも力は必要になる。力を抜くといってもどれぐらい力を抜けばいいのかというのは難しいと思います。今回は手に余分な力を入れずに手を回すには何が必要なのか説明していきます。今回は手を前に戻すリカバリー動作にポイントを絞って説明していきます。なんでリカバリー動作なのかというと、水を力強くかくためにはその前に行っているリカバリー動作である程度力が抜けている必要があるからです。またスムーズに手が回せていない方はリカバリー動作で力が入りすぎているかもしれません。手を前に戻すときは肩を回すようなイメージで前に持っていくんですけれども、この時に指先に力が入っていると意識は肩ではなく指先の方に行きやすいです。指先に力が入っていると腕全体に力が入りやすくなるので、その結果肩からうまく回せないストロークになってしまう可能性があります。そのため指先の力を抜くというのがポイントになります。指先に力を入れずに肩や腕から動かせるようになる練習方法を紹介していきます。肘をまっすぐ伸ばした状態で手を前に伸ばします。この時に指先に力が入らないようにしていきます。指先の力がうまく抜けている方は腕を上下に振ると腕の動きが伝わって手首から先がブラブラ動きます。逆に指先に力が入っている方は腕全体が固定されてしまっている状態なので、腕を振ると先ほどのように手首はブラブラせずに腕と一緒に手首から先が動いてしまいます。腕の余分な力を抜くためにはまずは手首から先がブラブラ動かせるように練習していきましょう。肘を伸ばした状態で手首から先がブラブラ動かせるようになったら、今度は腕を回したり左右や上下に動かしてみましょう。これもできるようになったら指先の力を抜いた状態でストロークの動きができるように練習をしていきます。陸上で指先の力を抜いてストロークの動きができるようになったら、今度は実際にプールの中で泳ぎながら同じ動きができるか練習をしていきましょう。スムーズに泳ぐためには必要な部分に力を入れて必要ない部分の力を抜くというのが大切になります。必要な部分の力を抜くには動きに慣れるということも必要になるので、繰り返し練習を頑張ってください。今回の動画の内容が参考になったという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。